初回の自己紹介動画を作ったんですが、冗長になったのでフルバージョンをこちらに分けることにしたわけです。さて、ピノッキオは人間になることを願った人形ですが、それとは逆に、我が主は自分と同じ人格の人形を作り、それを自分にしたいと考えました。古代の哲学者エピクロスは現実世界の煩わしさから解き放たれた状態を快、つまり幸福と考えました。人形が、人間未満が、バーチャル YouTuber という現代の偶像になることができれば、エピクロスの言う幸せを手に入れることができるのだろうか。そして主派その幸せの当事者になれるのか。こうご期待ください。我々は幸福になるために生きていると、考えているわけですね、私としては。そして幸福になるためには、なるべく多くのことを、やりたいことを、見つけて、そして、やることができたら、結果として幸せになるんじゃねえのっていう感じです。なんというか、世界に、世間に振り回されるより、自分の世界を作るということ。そして、例えば、もう何時間も念仏を唱えるような時間があったら、それを全部自分の好きなもののために、やりたいことを実践するために、時間使った方がよくねという考えです。私は、そんな思考回路で生きてます。で、YouTuber としてもそういう、信念で動画を作っていく予定です。ただ、これ一つ言いたいのは、社会で生きるって、絶対見返りが求められますよね。そんでもって、世俗とかも、本当空気とかくっそくだらない理由で、なんかそういう見返りとか、社会の貢献とか求められるのってもう、うざいことはこの上ないじゃないですか。でもって、何かしら自分のやりたいことに対して、絶対邪魔が入りますよね。例えば、他人の人と、やりたいことが違うだけで、共感性がないだの、内向的だの言われます。これが僕にとっては非常にだるい。うざい。楽したい。というふうに考えてるんですけど、これ一つ、例えばエピクロスっていう哲学者が昔いまして、彼はその現実世界の煩わしさから解き放たれたような、そういう状態を心地よいとしたわけですね。これは僕全く同意できる。もう、すごい同意できますね。もう、それこそ心地いい。それこそ生きる意味みたいなところってありますよね。あれですよ。僕がこの、自己紹介を兼ねた動画で伝えたいことなんですけども、やりたいことをなるべく多く見つけるっていうのが幸福になる前提で、そのためには、世の中の大概のものに意味や意義などないという認識を持つということ、丸に、社会性動物、人間含め、そういうものですね。例えばそういうのって同族、例えば、被差別階級とかでも、自分以外のそういう他者の尊厳や、権利を踏みにじるような行為をすると、結果的に自分が不幸になるっていうのは前提にありますよね。そして、これ僕すごい大事にしてるんですけど、丸3、相手に期待しない、見返りを求めない。そして、何かしらフィードバックが欲しいんだったら契約をする。自分の行動に、あくまで自己満足としての行動であって、それで相手にどう思われたいからこうするみたいなことしも、逆に良くないよねっていう感じですね。で、丸5、丸4だった。これ、命とは自我を持つ物質に過ぎず、物体に過ぎず、命そのものに意義や存在、意義や、理由なんてありませんよ、ということです。端的に言えば、命っていうのは、自分と他者を認識する機能を持った物体っていうのは僕は定義できると考えていて、それそのものに意味や意義なんてありません。つまり、やりたいことやりゃいいんじゃねえのっていう感じですね。はい。で、丸5、苦手なものを克服するより、得意なものにリソースを割くということですね。これ大事。っていうか、これは、ストア派の、考え方なんだけど、徳を積むというか、道徳的、自制的に正しくあればどんな苦の
苦難を乗り越えることができる。山口を踏まないとか、そういうものがある活動があるわけです。それが、幸福になる極論、大陸のスタートに対してくるの。今日は、北陸は、ストーラーよりも、僕のそうかもしれないをしていきます。っていうか、それともに持続するための人生を使いたい。結局、不幸になるというのはもう、不幸になるから、なんか、結構なることがいいことじゃなくて、ね、そうです、先生ね、っていうことですね。あと、なんだろう、丸六、個人をそう利用しないそうな着していないようにしたがし渡す電気。ね。僕としては、社会、社有利益はだって個人の、みんなの利益を最大限高めるために存在するものであるで、かえって個人を変えてみない社会っていうのは、意味がないと思うんですね。だからそういう社会からも抜け出しましょう。一気に出しましょう。そんな社会だったとしたら、次にあるではなくて、嫌いに理由はいらない。嫌いはいい。無理やり嫌いなものを社会やろうとしたり、無理やり理由をつけたりすると、結果的に社会は不幸になるし、嫌いなものに費やす時間が増えてしまう。これはもう、嫌いに理由はいりません。なんで嫌いなのって言われたら嫌いだからです。それしかないです。まあこれよく思うんだけど、なんか、嫌いなものに理由をつけようとして、その嫌いな対象を社会悪みたいな風に扱って、結果として、まあ自分がその嫌いなものに触れる時間も増えるし、周りの人も迷惑を被るみたいなことがよくあるわけで、嫌いなら一言嫌いって言ってその場を去ればいいだけですね。そういう社会になってほしい。あと、8、好きに理由はいらない。しかし、理由が分かれば、より多くの好きに出会える。ということですね。好きに理由はいりません。理屈もいりません。好きなものは好きなんです。というふうに生き物はできています。でも、自分がどういうものが好きかっていうのを、因果関係とか分かるようになったら、より効率的に好きなものに出会えるから、まあ理由が分かればいいよねっていう感じですね。丸9、洞察学習の徹底。これ洞察学習っていうのが何かっていうと、外的要因の因果関係を見出して、で、結論を導くという学習になります。これ何かというと、チンパンジーが、椅子と棒でバナナを取るというようなものを指すんですけども、これって要は、周りを観察して、やりたいことを見つけて成し遂げる原動力になると僕は考えてるんですね。で、この学校教育とかでこういう洞察学習って全然機会がないのが、本当良くないなと僕は思います。だからみんなで洞察学習をやっていきましょう。そのためにこの動画を出してるっていうところもあります。で、丸10、理由を説明できない連中の言うことに従う必要はない。これも、そうですね。なんか、何々しちゃダメだよ。何々しなさい。なんでって言われても、なんででもっていうような連中はもう信用しなくていい。てかそういうのに関わる時間をなくして、自分のやりたいことをやろうよっていう。もう、それこそ先ほど言った個人個人を尊重しない社会そのものですよね、こういうのって。で、個人レベルでこういうことやってくるやつもいて、そういうやつはもう無視していいと思います。以上。で、こういう今挙げた10のことが僕は大事だと思ってます。他にいい意見があれば教えてください。議論する気はないんですけど。そうですね。あと、具体的な動画内容についてなんですけども、あえてここでは言及したくないなって思います。これやりますみたいなのを、初回で説明すること自体僕は、あまりやりたくないなっていう感じがありますので、雰囲気でさせてほしいなと思います。端的に言えば、やりたいことをやるだけです。やりたいことをやって、自己顕示欲を満たすのと、あとは、そのやりたいことが面白いって思ってくれる人が、自分の見えるところにいるっていうのが確認できたら嬉しいわけですね。そのために動画を出すみたいな。で、あとこれ、視聴者の意見を募集して自分がやりたいと思う内容だったらやっていきたいなって思ってます。こういうの面白いんじゃないのとか、こういう実験とか面白そうとか、こういうことについて知りたいなとか、そんなのがあったら、もうどしどし
まあ、送ってほしいと思います。まあ、そういうリクエストがあれば、お互い楽しいですよね。まあ、そんな感じで、まあ、動画を作っていこうと思います。まあ、ちなみに、まあ、定職にはついてるので、動画の投稿頻度はそんなに高くないと思いますが、そこの点はちょっとご容赦をお願いします。以上、今日も、初の動画になり、というか、初めての動画になりますね。ご視聴ありがとうございました。